厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのナコです。今日はイタリア・ベネチアの作曲家アントニオ・ルーチョ・ビバルディを紹介します。ビバルディは17世紀後半から18世紀初頭のバロック時代に活躍しました。今流れている代表作「四季より春」など数々の協奏曲を作曲したことでも知られています。でも彼がオペラの作曲家として大人気だったことや、人生の最後は苦しいものだったことなどはあまり知られていません。今日はビバルディの名曲を聴きながら、その激動の人生をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ビバルディは1678年ベネチアに生まれました。生まれつき体が弱かったビバルディはいつ命を落としてもおかしくない状況だったそうです。通常生まれてすぐに教会に洗礼を受けに行くのですが、ビバルディは生後2ヶ月でようやく洗礼を受けることができたのです。ビバルディの生まれたベネチアは当時共和国として独立をしていて、ヨーロッパ音楽の中心地でもありました。ベネチアには音楽が根付いていて、市民は街の至るところで歌を口ずさんでいました。ゴンドリエーレは水上で美しい声を披露し、教会や劇場、舞踏会や行事でも美しい音楽が高い技術で演奏されていました。優秀な音楽家は常に求められていたため、社会的地位の低い人でも音楽の才能があれば評価される時代でした。ビバルディは幼い頃から音楽の才能が突出していたそうです。その才能にいち早く気づいたのが、バイオリンの名手でもあったビバルディの父でした。父は理髪店を営む傍ら、バイオリニストとしても活躍していました。ベネチアでも有名なサンマルコ大聖堂のバイオリニストにもなるほどの実力者でした。父は幼いビバルディに熱心にバイオリンを手ほどきするだけではなく、自分の働くサンマルコ大聖堂の一流の音楽家たちにビバルディのバイオリンのレッスンをつけてもらっていました。ベネチアでもトップクラスの水準の音楽教育を受けたビバルディはめきめき上達していきます。そして13歳になった頃には、父の代理として教会のオーケストラでバイオリンを弾くほどの腕前になったのです。15歳になったビバルディは両親の勧めで司祭の道に進むことになりました。一般家庭に育ったビバルディにとって聖職者となるということは、社会的地位を獲得できる数少ない手段だったのです。通常司祭としての教育は神学校で行われます。寮に入り日夜修行を行うのです。しかし病弱だったビバルディは特別に自宅から2つの教会に通う形で教育を受けました。そのためビバルディは司祭になるまでに約10年という長い時間がかかってしまったのですが、音楽面ではプラスに働きました。修行をしながらも引き続き自宅で父からレッスンを受けることもできましたし、サンマルコ大聖堂での代理演奏もできました。その後ビバルディは21歳で副助祭に、22歳で助祭になり、25歳の春、晴れて司祭に任命されました。父親譲りの赤い髪色のため、赤毛の司祭、プレーテロッソと呼ばれていたそうです。しかし、25歳になってもビバルディの病弱な体質は変わっていませんでした。おそらく喘息か、もしくは心臓疾患があったのではないかと言われています。ミサの途中で何度も祭壇を離れなければならないほどだったそうです。この病気のせいか、それとも音楽活動に専念したいためか、理由は定かではありませんが、ビバルディは司祭になって1年ほど経った頃にはミサを唱えなくなってしまったそうです。
そんなビバルディにあるチャンスが訪れます。司祭になった年の秋、ピエタ慈善院附属の音楽学校のバイオリン教師になったのです。ピエタ慈善院は親を失った子どもたちを預かり育てる養護施設でした。そして単に子どもたちを保護するだけではありませんでした。音楽の才能のある少女たちを選抜し、高い音楽教育を施して演奏会を開いていたのです。当時のベネチアにはピエタ慈善院のような養護施設付属の音楽学校が4つありました。演奏会で得た利益はそれぞれの慈善院の運営資金となったため、慈善院にとって音楽学校のレベルを向上させるということは非常に重要な経営の柱だったのです。4つの慈善院は競い合うように音楽の技術レベルを高めていきました。そんな慈善院の演奏会には毎回熱烈なファンたちが押し寄せました。ベネチア観光の目玉として国外からも注目を集め、多くの人たちを魅了していたのです。ビバルディはピエタ慈善院で合奏長ガスパリーニのもとバイオリン教師となります。ガスパリーニはベネチアでオペラの作曲家として活躍していた人物でした。ガスパリーニはビバルディの優れた才能を高く評価し、ビバルディに作曲の機会を与えます。ピエタ慈善院の少女たちは高い演奏技術を持っていただけではなく、伝統的なものから最新のものまで多種多様の楽器を扱うことができました。そのためビバルディも様々な難易度の曲、様々な楽器を使った曲を創作する経験を積むことができたのです。ピエタ慈善院でのビバルディの活躍は凄まじいものでした。演奏会ではバイオリニストとしても登場し、多くのファンを魅了しました。また合奏長のガスパリーニが不在な時には演奏会でオーケストラを指揮することもあったそうです。ピエタ慈善院の演奏会の人気は高まり、それに貢献したビバルディの地位も確固たるものになっていきました。ビバルディは聖職者としてある程度の社会的地位は手にしていましたが、当時の貴族社会においては地位の低い職人と見られていました。ベネチアは徹底された階級社会と厳しい規律によって成り立っていた国でした。貴族と一般市民は明確に線引きされ、どれだけ有力な市民や芸術家であっても国外に出るために許可を得ることが必要で、決められた服装に従わなければいけないほどでした。ビバルディは自立のための足がかりとして権力者に目をかけてもらおうと動き始めます。27歳の頃には初出版のトリオソナタ集をアンニバーレ・ガンバラ伯爵に検定します。30歳の頃にはピエタ慈善院の演奏会に臨席したデンマーク・ノルウェーの国王フレデリック4世にバイオリンとチェンバロのためのソナタ集を検定しました。フレデリック4世はビバルディの指揮した慈善院の演奏会に感激し、喜んでソナタ集を受け取ったそうです。そして33歳の頃、協奏曲集調和の霊感を出版し、これをトスカーナ大公使で音楽家のパトロンとしても有名な大富豪フェルディナンド・デ・メディチに検定したのです。フェルディナンドは出版した曲集の序文に最大級の賛辞をしたためました。曲集はアムステルダムの出版社から出され、ビバルディのこの作品はヨーロッパ中に知れ渡ることになります。特にこの協奏曲という音楽形式はヨーロッパの北部ではあまり知られていませんでした。バイオリンの名手でもあるビバルディならではの華麗な技法とユニークで大胆な構成はヨーロッパ中の貴族たちや音楽家たちを虜にしました。こうした出版や検定によってビバルディの曲はヨーロッパ中に広まり、様々なところで演奏されるようになりました。
ビバルディは35歳の年、次なる挑戦を試みます。それはオペラの作曲家としてのデビューでした。ビバルディは1ヶ月の休暇を取り、イタリア北部の都市ヴィンチェンツァに向かいました。そしてそこで初のオペラ、離宮のオットー大帝を上演したのです。結果は成功でした。ここからビバルディはオペラの作曲にも力を入れることにします。ベネチアに戻り、翌年36歳で地元のサンタンジェロ劇場で狂気を装うオルランドを上演します。このサンタンジェロ劇場では興行師も務めました。興行師の仕事は多岐にわたります。出演者と交渉するだけではなく、彼らのマネジメント業務も行い、講演者を募ったり、劇場の所有者や有力者とのコネクション作りをしたり、さらにはチケット販売に至るまで、オペラを成功させるための内政外交のあらゆることをしなければなりません。こうした神経を使う激務にビバルディは体調を崩してしまいます。それでもオペラ自体は成功を収め、ビバルディはオペラの作曲家として絶大な人気を誇るようになります。38歳の頃、ビバルディはピエタ自然院のためにオラトリオ「勝利のユディト」を作曲します。オラトリオというのは宗教的な内容の歌劇のことで、よく自然院の演奏会でも披露されていました。このオラトリオ「勝利のユディト」は、この年オスマン帝国から攻撃を受けていたベネチアの戦いと勝利を描いたものでした。この話題性の高い作品の提供の功績を認められてか、この作曲と同じ頃、ビバルディはついにピエタ自然院の合奏長の地位まで上り詰めたのです。ここまで順調に来ていたビバルディの人生でしたが、39歳の時、あるトラブルが起こります。サンタンジェロ劇場の支配人の一人となっていたビバルディの父が、劇場の負債と経営問題でスキャンダルに巻き込まれてしまったのです。これが影響したかどうかは分かりませんが、翌年40歳の頃、ビバルディはピエタ自然院の合奏長を離職しました。この時すでにヨーロッパ中に名声が広がっていたビバルディはベネチアを離れることにしました。向かった先はイタリア北部の芸術都市マントバでした。マントバの君主フィリップは音楽愛好家として知られる人物でした。ビバルディはフィリップ公に歓迎され、宮廷楽長に就任することができたのです。ビバルディはカンタータやフィリップ公を称える曲を書き、新作のオペラもマントバで上演しました。ビバルディのオペラはマントバでも人気を集めました。マントバを訪れて3年後、ビバルディは新天地を求めてマントバを離れることにしました。そんな最中のことでした。東西風劇場という書籍が出版されたのです。その本には明らかにビバルディとわかる風刺画とビバルディに対する痛烈な批判が書かれていました。ビバルディの音楽的な特徴を悪意を持って批判し、司祭でありながら低俗なオペラ興行に熱心な様子を嘲笑う内容でした。これを書いたのはベネデット・マルチェッロというベネチアの有力貴族でもあり作曲家でもある人物でした。階級が重要視されるベネチアの貴族として一般市民のビバルディの才能と活躍を妬んでいたのかもしれません。この内容に傷ついたビバルディはしばらくはベネチアに戻らず、イタリア各地を旅するようになります。その旅には2人の女性がいつもついていました。歌手のアンナ・ジローとその妹パオリーナです。ビバルディがマントバで活動していた時にこの2人に出会ったとされています。アンナは歌唱力も演技力も極めて高いオペラ歌手でした。ビバルディはアンナと知り合って以降、ほとんど全てのオペラでアンナを起用するほど気に入っていました。そしてビバルディはオペラだけではなく旅行にもアンナと妹のパオリーナ2人を常に同行させるようになったのです。しかし司祭であるビバルディが2人の女性と親密であるということは好奇の目で見られることでした。こうしてビバルディはますます非難を浴びるようになったのです。
長くベネチアを離れていたビバルディでしたが、ピエタ自然院とは作曲家として関係性を保っていました。重要な儀式のためにピエタ自然院に協奏曲を提供していたのです。ピエタ自然院にはビバルディを超える名曲を書ける人物がいなかったのです。この頃にはビバルディはヨーロッパでも高い知名度と地位を確立した音楽家になっていました。そしてビバルディはピエタ自然院の理事会と初めて対等な立場で契約をすることができたのです。契約の内容は月に2曲の協奏曲を書き、ベネチア滞在中はそのリハーサルにも立ち会うということでした。こうしてビバルディは多数の協奏曲を作曲するようになります。そして47歳の時に出版されたのが全12曲からなる協奏曲集和声とインベンションへの試みでした。出版時に12曲中最初の4曲にあるタイトルが付けられました。それが今日でもビバルディの代表作として知られる四季です。ベネチア国内でも認められるようになったビバルディは48歳から3年間サンタンジェロ劇場の主任作曲家として迎えられました。しかしオペラ作曲家としてのビバルディの人気は少しずつ衰えていきました。移り気なベネチアの人々は新しいスタイルの音楽を求めるようになっていたのです。そこでビバルディはナポリやフィレンツェなど他の都市にも積極的に出かけ、猛烈なスピードで作曲し新作オペラを披露していきました。ベネチアの外に出ればビバルディの人気は健在でした。旅行するたび多くの収入が入ったのです。ビバルディの評価は高く、50歳の時にはオーストリア皇帝カール6世に拝謁するまでになりました。ビバルディはカール6世に協奏曲集ラ・チェトラを献呈し、カール6世から多額の賞金、勲章や爵位を授けられたと言われています。一方で体の弱いビバルディが50歳を過ぎて旅を続けるというのは過酷なことでした。健康状態は悪化し、普通に歩くことさえできなくなったこともありました。そんなビバルディをアンナとパオリーナは献身的に支えたそうです。57歳になったビバルディはピエタ自然院と再契約を交わし、合奏教師に就任しました。この契約はビバルディの多少の経済的安定にはつながりましたが、給料は26歳の司祭になりたての時と全く同額で、それほど良い待遇とは言えませんでした。しかしビバルディはまだチャレンジを続けようとしていました。またもベネチアを離れようと画策していたのです。58歳の時、ビバルディはイタリア北部の都市フェッラーラのベンティボーリオ公爵に接触します。公爵の保護のもとにフェッラーラに活動の基盤を置こうと考えていたのです。しかしこれがビバルディの大誤算でした。自分の健康状態も人気も若い頃とはかなり変わっていたのです。講演者や歌手を探すのに手間取り、なかなか音楽を作れません。関係者とも様々な衝突があり、楽譜は書き直し、借金まで作る羽目になりました。そこまでして何とか作品を作ったものの、なんと最終段階で他の作曲家の作品と差し替えられてしまったのです。さらには6年59歳の年、ビバルディを絶望させる出来事が起こります。
フェッラーラを管轄していたトマゾ・ルッフォ枢機卿からフェッラーラへの立ち入り禁止を言い渡されたのです。ルッフォ枢機卿は厳格な聖職者でした。司祭のビバルディが興行師としてオペラを積極的に上演していることや、頻繁に演奏旅行に出かけていること、さらにはその度に女性を同行させているということが聖職者の名を汚していると見られてしまったのです。翌年60歳を迎えたビバルディはピエタ侍前院の職も辞任しました。今やビバルディが大きな収入を得る方法はオペラの上演しかありませんでした。そこで苦肉の策としてフェッラーラに入れない自分の代わりに地元の興行師に頼む形で自作のオペラを上演させたのです。しかし直接ビバルディが関われなかったためか、このオペラは大失敗に終わりました。ベンティボーリオ公爵もトラブル続きの上にオペラが大失敗したことで、もうビバルディに手を差し伸べてはくれませんでした。どん底に突き落とされたビバルディでしたが、まだ望みを捨ててはいませんでした。62歳でイタリアを離れ、オーストリアのウィーンに向かう決心をします。10年前、協奏曲手ラ・チェトラを検定したオーストリア皇帝カール6世を頼ろうとしたのです。しかし運命はまたもビバルディを翻弄します。ウィーン移住を決めた矢先、頼みの綱だったカール6世が亡くなってしまったのです。完全に望みを絶たれたビバルディは健康状態も急激に悪化し、1741年7月28日、63歳の生涯に幕を下ろしたのです。死因は体内の炎症と記録されていました。暑い夏の時期だったため、亡くなったその日のうちに貧民病院の共同墓地に埋葬されました。ここまでビバルディの人生と名曲をご紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。動画のご感想、ビバルディの好きな曲についてはぜひコメントで教えてくださいね。こうした作曲家紹介シリーズはこれまでにもたくさん出しています。概要欄に作曲家シリーズの再生リストを載せていますので、まだ見ていないものがあればぜひ見てくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名曲の解説などを配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。